皆様こんにちは、ネイジの猪俣です。チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。今回の作品はこちらの猪俣由紀の毎日の布小物、こちらに掲載があるんですけれども、この掲載の本の中ではこういう感じの仕上がりになっています。今回はこのダーツをなくした状態で仕上げてみました。内側に大きいねポケットがついているので使いやすいかなと思います。ちょうどこの本がぴったり入るかなと思います。このぐらいのサイズ感になっています。入り口はオープンのままなんですけれども、この部分がすぼんでるので、このままでも十分おしゃれに使っていただけるんじゃないかなと思います。よかったら一緒に作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。ちょっとねお天気がいいので色がねちょっと白飛びしちゃってますけれども、こちらの今回生地を使っていきたいと思います。表面には接着キルトを裏面に貼っています。ファーの生地は薄い接着芯の方を貼っています。で内布は2枚になります。今回はダブルフェイスなのでファーとまた素材の違うこちらの生地を使っていきます。そしてこちらの2枚が持ち手になります。幅が16センチ、ここの長さが32センチ、2枚になります。でもう一つ同じサイズで作っているのがポケットになります。内ポケットは縦が持ち手と同じ32センチで幅は20センチになります。お好みで革タブなど脇に挟むとファンの時はちょっと埋もれておしゃれな感じになるので、素材としては革おすすめします。合皮などでも代用できますので、よかったらお好みでご準備ください。内側に使用しているのは今回はダンガリの生地に合わせてみました。シーチングなどお好みでご準備ください。厚い生地よりはシーチングとか薄いオックスぐらいがいいんじゃないかなと思います。キルトは 5mm ほど控えて留めているので合い印もつけやすいかなと思います。それでは合い印をつけていきます。上下に中央の合い印を入れます。2つ折りにして横 2mm 縦 3mm でハサミで斜めにカットします。そうするとこのように V ができてきます。これを上下につけます。でこちらのファーの方は切って合い印が分かればいいんですけど、ちょっと分かりにくいのでここは印をチャコペンなどで入れておきましょう。はい、じゃあこれで全て中央の合い印がついたところです。まず最初に持ち手を作ります。いつものように4つ折りにしていきます。まず半分に2つ折りにして折り目をつけましょう。一度開いてこの折り目に合わせて布端を重ねていきます。でもう一度閉じた状態でアイロンをかけて整えます。同じようにしてもう1枚も作ります。この両際を端から 2mm で縫います。今回は家庭用ミシン重機の EX7 を使用します。縫い目の長さは 3.0、 ミシンの針は14番にします。もし立ち目かがり押さえがある場合はきれいに縫いやすくなります。
そしたら5ミリほど手前で押さえを上げます。で U ターンしていきます。続けて縫っていきましょう。そしたらもう一本も同じようにして縫います。続いて内ポケットを作ります。内ポケットは2つ折りにして、ここは折り目をつけずに端をまず留めていきます。端から1センチを縫います。そしたらマスキングテープを1センチのところに貼ります。これをガイドにして布の端を合わせていきます。1センチ先に針を下ろしてワイト引っ張ります。で待ち針を抜きます。押さえを下げます。この順番でやるとこの最初の縫うところが綺麗なので、ぜひ試してみてください。はい、ではポケットが縫い終えたところになります。そうしたらこのポケットのところですね、一回表にして、前回の動画でも紹介してますけど、この部分をですね片側に倒していきます。コロコロオープナーでしっかりと倒しておきましょう。この上側に縫い代が倒れるようになります。こうやってふっくらした方が表面になるようにするので、ここに脇のタブを挟む場合はこの段差の下のところにちょうど来るようにして、ここに重ねます。待ち針で留めておきます。こうしてから裏にしましょう。そしたら裏にしてこの部分を蛇腹に合わせます。こんな感じですね。タブがついたところとこのポケット口のところですね、合わせたらまた待ち針で留めましょう。そうしたら片側に返し口を残すので、この反対側のこの部分ですね、ここの部分にだいたい5センチぐらいの返し口を作って縫わないというふうにバツをつけておきます。でこの部分に待ち針を留めておくと間違えて縫わずに済むかなと思います。もしここが狭かったらもう少し広げていただいて大丈夫です。そしたら両脇を1センチで縫います。はい、では縫い終えたところになります。ここから表に返していきます。表に返すときは最初に角を出しておきます。ちょっと入れて目打ちで少し押し込んでおいて、これ4箇所やっていきます。でそしたら表にしていきます。最初に角を出しておいたので結構ねこういうふうに綺麗に出てきますので、ポケット作る時とかはこういう風に参考にしてみてください。あともうちょっと出したいなって時はミシン目とミシン目の間に目打ちの先を入れて押し出すようにするとよりね綺麗に出てきます。はい、そうしたらここの際の部分を縫います。続いて内ポケットを本体の方に縫っていきます。ポケットは上から6センチのところに印をつけましょう。3箇所印をつけていきます。まず中央に印をつけます。そしたらポケットをちょっと半分にして折り目をつけたところでここの半分に合わせます。合わせたら待ち針で留めましょう。で3箇所ここの部分とここにつけてあるのでこれに合わせてまた待ち針で留めます。ではポケットの縫い方の説明です。端からだいたい5ミリぐらいのところから針を刺して前に進み返し縫いをして横にずれて際を縫っていくという方法で紹介していきます。三角で縫っていく方法もありますのでお好みでご自身の好きな方で
留めてみてください。はい、こんな感じで縫い終えたところになります。ちょっと細かいんですけれども、しっかりとこのポケット口のところが止まってればいいんじゃないかなと思います。そうしたら内袋を作っていきます。中表に重ねましょう。今こちら裏面が見えている状態です。はい、ではこんな感じで周囲が止まったところで返し口を残します。返し口は平らなこの部分でもいいですし、脇でもいいんですけど、今回はここの脇の部分に作りたいと思います。で、表がファーなのでちょっと厚みがあるので少し大きめにして10センチぐらい返し口残しましょう。で、縫わないというふうにバツを書いておきます。で、この部分に待ち針を留めます。はい、それでは周囲を縫っていきます。で、ぐるっと縫っていってもいいんですけれども、ちょっとずれやすくなりますので、最初はここの中央の1センチ右側から上に向かって縫いましょう。で、続いて今度は上からこの部分ですね、こうやって縫っていくと縫いずれが防げると思いますので、このようにしてみてください。それではここが中央になります。奥が1センチぐらいですね、奥にして縫っていきます。マスキングテープに布端が合うようにしてカーブゆっくり縫っていきましょう。そしたら最初の糸を切ります。で、布目を重ねてここまで縫いましょう。2センチぐらい重ねていきます。こうすることで返し縫いと同じような効果になります。続いて外袋を作ります。この脇タブと最初に作った持ち手をつけていきます。2枚を重ねます。ちょうど中央の合い印のところで合わせて、そしたら5センチずつ持ち手の印をつけていきます。2枚同時に切ります。5ミリぐらいの深さで切りましょう。このぐらい深さで切ります。持ち手は縫い合わせの方が外側に来るようにして、合い印のこの持ち手の付け位置のこの外側に留めていきます。ここの幅が10センチになるようにして留めてください。で、ここの脇の部分にはタブを挟みたいと思います。周囲を仕上げに縫いますので、縫い代の部分を考えるとだいたい3センチぐらい下になるといいかなと思います。3、4センチぐらいを目安にしてみてください。そうしたら端から5ミリのところそれぞれ仮留めします。針の位置が変えられる場合は一番右にずらしましょう。針を刺したら待ち針を抜きます。ここは仮留めなんですけど、返し縫い入れてしっかり縫いましょう。はい、では縫い終えたところになります。ちょうどこの仮留め端から5ミリぐらいになります。この脇タブの方も挟んでおきます。そうしたら内袋と同じようにして袋を作っていきます。それでは周囲を1センチで縫います。内袋の時と同じように底側から上に向かって縫っていきます。で、ファーがはみ出てくる場合はこのようにして目打ちで入れながら縫っていきます。カーブはゆっくり縫いましょう。
はい、では縫い終えたところになります。いかがだったでしょうか。今回の縫い方だとここの上の部分ですね、縫い汁起きにくくなるので是非お試しください。そしたらカーブの部分を切っていきます。カーブの強い部分だけ7ミリ間隔ぐらいで切り込みをミシン目の際のところまで入れていきます。切る時にミシン目を切らないように気をつけてくださいね。せっかく縫ったところがまた切れちゃいますので、本当にね際なんですけど、でもミシン目切らないように気をつけるっていうね。はい、じゃあこんな感じで切り込みが入ったところで表にします。外袋だけ表にしましょう。表にする時のどんな風になってるのかなって見るの楽しみですよね。それまでずっと裏面だったので綺麗にできてるといいんですけどですね、表からもこうパーがちょっと見えるような感じの仕上がりになっていきます。でここまで来たところでもうねだいぶバッグの雰囲気が出てきてますけど、あともう少しなので頑張っていきましょう。今度は内袋の中に入れていきます。でポケットがパーの方になるようにして、この状態で中に入れます。この入れ口のところを留めていきましょう。でその時に縫い代のここの部分ですね、ここの縫いずれが起きやすいのでこの部分交互に倒していきます。このような感じで止まったところでぐるっと周囲を1センチ縫います。で持ち手の重なりのところは返し縫いをします。縫い終わりまで来たところで最初の糸を切ります。そしたら布目をここまで重ねましょう。パーフはずれやすいので目打ちでしっかり押さえながら縫うといいですよ。はい、縫い終えたところになります。そしたら表に返す前にこの脇の部分がずれてないかどうかは確認してから表にしていきます。返し口からしていきます。はい、表にしたところです。そしたらこの際の部分をしっかりコロコロオープナーで倒しておきましょう。あとは周囲を留めていきます。そしたらぐるっと一周端から2ミリのところを縫います。縫い始めは脇からにします。家庭用ミシンの場合はこういう丸の部分をこの端に合わせていくと綺麗に縫えていくと思うので、自分で縫う場所の目安を決めながら縫ってみてください。返し縫いはしないで縫います。縫い終わりまで来たら最初の糸を切ります。ちょっと見えにくいんですけれども布目を重ねていきます。そしたら仕上げに返し口をコの字閉じで閉じます。はい、こちらで完成になります。で裏にするとパーを縫ったところですね、この部分結構潰れちゃってるんですよね。この部分を目打ちでしっかりもう一回起こしてあげると布目も目立たなくなるので、この部分の仕上げにやっておくと仕上がりずっと変わってきますので、こんな感じでね、ちょっと手間かかりますけど、はい、いかがだったでしょうか。これで完成になります。この部分、持ち手の部分はちょっと太いままになってますけど、お好みでこう2つに折ってここ縫って細くするなどしてちょっと変化をね楽しんでみてください。たまにはこういうねちょっとオープンタイプのトートバッグもいいかなと思いますので、よかったら作ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら高評価、
そしてコメント欄の方もお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今回はこんな感じで撮影してます。冬になるとどうしても日差しが強くて、こういう感じでね、白い布をかけてやらないといけないんですけど、ちょっとシルエットが可愛かったので思わず撮ってみました。